はい、さあ始まりました。皆さんよろしく、ノックアウト TV です。はい、今回なんですけども、はい、こちらです。久しぶりに来ましたね。リクエストいただいてたからさ、やっぱり日本国内の方もさ、そうだし、海外の方もさ、なかなかこう手にできないよね。だからなんだと思うんだけど、やっぱりこう見せてくださいとかさ、見たいですっていう声が多いから、それをこう一緒にご紹介した方がいいかなと思って、ちょっとギュッとしました。はい、ウルゼットとゴーローズの私物をちょっといくつか持ってきて、それをご紹介していけたらなと思っております。やってみましょう。いやー、ちょっとゆっくりいきましょう。じゃあまずは手前のこんな感じでいいかな、こちらから。はい、はい、まずじゃあ48ミリのリストバンド、レザーリストバンドから紹介していきます。はい、これはね、YouTube では紹介してないのかな、多分。比較的最近ですもんね。今年上がってきた、去年の暮れ上がってきたんだっけ。だから生まれてまだ半年 ?1 年は経ってないよね。ちらっと一回居酒屋かどっかでウールみたいなのがありましたけど。オッケー。あとあれだ、インスタグラムでの切り取りだ、多分。で YouTube では初紹介ですけど、48ミリのウルゼットのブラックのリストバンドをパーソナルオーダーで作ってもらったんですよ。そうだね、まだガッチガチなんですけど、やっぱつけてる回数が多いのか、結構馴染んできてる感もありますよね、もの自体。そうだね、ツヤとかいいよね。であらかじめこれ作る時に伝えてるんだけど、パーツはほらシルバーのメッキカラーじゃん、今現状で。でもこれ最終的にはガンメタに俺変える、ね、このパーツをブラックにするっていう、ちょっと使い馴染んできたらガンメタのパーツに変えてほしいですっていうのをあらかじめ伝えてる。最近本当よくしてるリストバンドですね。1点目の紹介です。結構これもう結構っていうか、もうかなりスペシャル。めっちゃ自分も大事に使ってるリストバンドです。ウルゼットって、それこそスタッツ、モチーフが僕は強いイメージがあるんですけど。そうだね、スタッツベルト。はい。兄貴もそのリストバンドに関しては、スタッツのものも持ってると思うんですけど、結構型押しもすごくこだわってオーダーされるじゃないですか。俺？はい。そこってなんかやっぱそれぞれに魅力があるんですか？スタッツはスタッツ、型押しは型押しみたいな。もちろんあるね。スタッツはやっぱりこう後で紹介するけど、例えばスパイダーウェーブのスタッツベルトはこんなのがね、仮にヴィンテージとして存在していたとしたらとんでもないんだよね。だからもう本当月並みだけど芸術の域に達してるというかさ、だからスタッツがこうふんだんにデザインされたそういう仕事のウルゼットの商品に惹かれる側面もあるし、やっぱりリストバンドみたいなプレーンなある種こうスタッツがない作品に惹かれる場合もあるわけだから、どっちがいいとか全くないし、どっちがいいですかって聞かれてもどっちもいいよって俺は答える。ただそれだから気分でオーダー、なんか僕はこうお付き合いさせてもらってて、今回型押しなんだとか、今回スタッツをオーダーしてるんだとか、兄貴の今の雰囲気なイメージなのかなとか思いながら、そうだな、スタッツは結構なんだろうな、自分自身もありとあらゆるものをやっぱ作ってもらってきてるのね。まだ紹介 しきれてないものももちろんあるけど、だけど
そのやっぱりプレーンのアイテムもプレーンのアイテムで、そういうのを見て触れてつけてきたからこそプレーンのアイテムをつけるっていう選択もあるし、だから初めからプレーンっていう方ももしかしたら今だったらいるのかもしれないけど、昔はやっぱ本当昔はねプレーンのベルトとか売ってなかったし、自分がオーダーさせてもらったこういった片押し、こういう片押しのリストバンドも昔はオーダー受けてなかったと思うんだね。だから何かのきっかけでやっぱりさ、誰かがしてたとかがあって、そういうのを見る機会があって、お店に行く前にそういう情報があって、今は昔よりももしかしたらオーダーしやすくなってるかもしれないけど、プレーンがいいですかとかスタッツがいいですかとか、そういうね先入観なしにね、自分がかっこいいものをオーダーお願いすればいいと思う、俺は。でリングはコフィンタイプのリングで、オニキスを贅沢にカッティングして、それをコフィンの中に入れてるんだよね。もちろん天然石なんだけど、そのオニキスの上に18金のプレートのウルゼットのアローのロゴ、CI をセッティングしてるっていうコフィンリングです。裏にも片押し入ってますからね。そうだね、レーザーかな。ちょっとかなり細かい。ちょっとこれしていい？はい。なぜこのリングに惹かれたかというと、これは自分で作ったストーリーなんだけど、いつも自分ピンキーでこれしてるじゃん。でこれってハートとか命とかさ、いろんな思いがあって常に僕はしてるリングなんですけど、これゆりかごからその墓場までっていうストーリーで自分としてはこうつけたいな、そういうストーリーテラーというか、そういうストーリーを書いたのね、自分で。だからこれが欲しいと思ってミスさんにお願いして作っていただいたんだけど、これ自分のこだわりで、これプレートってさ、イエローゴールドが主体なの。でもこれは実はイエローじゃなくてピンクゴールドなんで、そこもこだわりで、このコンビ、シルバーとゴールドのコンビっていうのがやっぱりいいなと思ってさ、作ってもらった。そうだからこれは必ず結構セットでしてる、自分は。ウルゼットに行く時だったり、ちょっと気合い入れたい時だったり、ゆりかごから墓場ストーリー、あとは続いてスタッツベルトが1回前してこれ白紹介したよね、スパイダーね。そうですね、過去回でそれのブラックですね。これはかなり使い込んでますよね、白と違って。そうだね、あれはもうサラの状態だけど、ブラックは結構ね。スタッツベルトも最近は自分はほらナローなベルトが多いから。確かにそうだ、でもこのねやっぱりサイズを結構昔はしてたんだよね。迫力があるよね。ほんとこのパターンが好きでさ。でシングルピンのセットアップでエキゾチックレザーを散りばめて作ってもらったやつ。リザードだったりね、パイソンだったり、ほんと芸術的で自分でこう垂らして見ててもほんとこう見とれるという、そういうあれじゃないですか、ブルーゼットの額縁界隈ですか、ベルト用の絵みたいな感じで長細いやつに 2,3 本ボコボコンって飾ってかっこよさそうです。額縁ね、そういう重機があってもいいかもしれない。ベルトに続いてこのヒッピーバッグに関してはね一度紹介したよね、それをちょっとこう最近カスタムしてもらったの。確かに増えてますよね、一部分。そうだから紹介したいなと思って、
新しいスパイダーオリジナルのスタッツがあって、ウルゼット、それを追加してもらって、でスパイダーの腹にはエメラルドっていう天然石が入ってるんだけど、エメラルドとフライ、ハエの緑を合わせたりしてちょっとバランスを調和させたんだけど、で雲からちょっとこう糸が出てるっていうのをビヒタさんとミーティングしてデザインしてもらったって感じ。最近できたスパイダーなんですね、そのスタッツは。去年じゃないかな、これは。最近ですよ。で俺は今年作ってもらったんだけど、まだ新しいよねこのスタッツ。バランス良くないかな、このハエと雲みたいなね。でヒッピーバッグって俺買わないんだけど、やっぱこれは特別だったから、スパイダーの話とかもうそうだね、20年以上所有してるバッグだね。それにもうカスタムしてもらったっていう経緯です。いやウルゼットは以上かな、紹介としては。だからリストバンド、コフィンリング、スパイダーウェブのベルト、あとはそうだね、レイト60、70のヒッピーバッグのカスタム品、ウルゼット1、2、3、4点かな、ご紹介させていただきました。続いてやっていきます。来週ですね。来週か。切るね。任せますよ、ディレクターに。いや。次週に持っていきましょうか。わかりました。それは。はい。じゃあそんな感じで、次週はまた引き続きゴローズに移ってお話ししていければ。いや、初ですからね。ゴローズを紹介するの。そうだっけ？別にそんな感覚ないんだけど、そうだっけ？ゴローズは初じゃないですか。紹介するのは。ウルゼットもそうだけど、好きな方多いよね、ゴローズって。そっかそっか、オッケーオッケー。じゃあ丁寧にね、説明していきましょうか。来週。はい。お楽しみに。コメントもしております。それでは失礼します。